こんにちは、バーケンです。福井県の桜マラソン動画後半をお届けします。対面区間を終えてもうすぐ 20km 地点ですね。そろそろ私の足もくたばってくるでしょうか。そういえば前回の動画なんですけども、実は丸山城の横を通ってたんです。なんですけど紹介するのすっかり忘れてました。なんでかっていうと、この鎧ですよ。こっちの方に自分で目がいっちゃって、お城に全然気がつきませんでした。これきっと私だけじゃないはず。皆さんもお城より鎧に目がいったんじゃないでしょうか。給水所です。サブ 3.5 の速い人、すごいな。ほんとスッと入ってスッと出てく。気持ちいいです。ここで右に映っている和菓子取っちゃったんです。ですが袋をちぎろうとしたら落としてしまいまして、そのまま拾わずに行ってしまいました。実はこれ片手がジンバルで塞がっていて、完全に悪いのは私なんです。マラソンはマナーが大事なのに、私最低です。なんだかジンバルが疲れてるみたいでガタガタしてます。電源を入れ直して直りました。これはバッテリーが少なくなっているのも関係しているとは思います。今回は英語吹き替えに自動対応しているので多めに喋ります。20キロ地点です。ジェルを補給します。このジェルですが、パンツの前のポケットに3個、後ろのポケットに2個入れてるんですが、これ実は妻がポケットを作ってくれたんです。本当に助かります。この辺は応援が少ないですが、よく言うと集中して走れます。追い抜くことも追い抜かれることも今はないです。カメラを気にしながら何も考えずに足を進めています。第6給水所です。走ってる時、給水所が何番目かなんて全く考えてません。さて、後ろから音がするんです。分かってるんです。サブ 3.5 の集団だってこと。でも私は後ろは見ないです。ランニングウォッチを見れば予想はつくんですけど、なるべく見ないように気にしないで走ります。また追いつかれたかと思うと嫌なんです。いつも後半で追いつかれるんです。いや、追いつかれるって言い方自体生意気なんです。本当は最初からサブ 3.5 のペースで行くべき走力なのかもしれません。23キロ通過。後ろで喋っているのでサブ 3.5 の集団で間違いないと確信しました。ついていくかこのまま離されるか、あまり考えずに走っていたらついていくことすらできませんでした。この後ちょっと早送りでお見せします。まるで逆再生してるみたいに自分がぐんぐん追い抜かれていきます。ここでカメラのバッテリーが切れてしまったので、ちょっとコースの脇にそれて止まります。やっぱり走りながらバッテリーを交換するのは難しいです。で、カメラのバッテリーを変えてすぐだったのですが、今度はまさかのジンバルのバッテリー切れです。安いカメラとか機材でいろいろ工夫してるんですけど、結局こういうのが時間のロスになってるのかもしれません。手がかじかんでいて電池も落としてしまいました。すいませんね。そもそもこの辺りからぼちぼちサブ4を目指す走りに切り替えています。これまでどんなに調子悪くてもサブ4以内にゴールしているので、今回もいけるだろうと思っています。あられちゃんまた発見しました。他の人も多分何回も会ってると思うんですけど、やっぱり特徴があると覚えやすいです。ちょっと話しかけようかなとも思ったんですが、私はただのおじさんですし、意外とシャイなのでやめときました。
25キロです。キロ5分10秒ペースに落ちました。さっきのあられちゃんとしばらく一緒に走らせてもらいました。女性ランナーの方ってペースが安定している方が多いので、実は並走すると走りやすいんです。ただ私の場合、結局そのペースについていって最後まで走れたことって一度もないんです。ドカンとスピードを出す感じじゃなくても、最後まで本当にコツコツ一定のペースで走り続ける方が多くて、本当に尊敬します。なんか美味しいものでもあるかなと思ったら、バナナでスルーしました。むき出しで置いてあるのがちょっと苦手なんです。なんか変なとこだけ意外と潔癖症なんです。さすがに少し疲れてきました。カメラの電源を一旦落とします。と言って電源を落としたのですが、その2分後くらいです。あれ何のために走ってるんだっけと考え、そうだった、今回のマラソン私の YouTube チャンネル登録者1000人達成のために撮ってるんだって思い出したんです。私のチャンネル相続 DIY なんで、このマラソンとは全然関係ないんです。でも何にでも挑戦するっていうその気持ちを見せたいなって思ったんです。特にうちの妻がいつも何事も挑戦だよって言ってくれるので、よしと思ってまたカメラの電源を入れました。それで大会が終わった後なんですけど、妻にねえカメラちゃんと最後まで回したって聞かれたんです。どうも私はどこかで撮影を諦めると思っていたみたいで、実際にはきっちり2分間空白があったんで、これはもう妻の勝ちです。何か美味しいものはないですか？タイムも諦めたので水羊羹を食べます。そしてまんじゅうも食べます。参加費用1万4000円なので元を取らないといけません。タコスもありますね。でもタコスは素通りします。理由はさっきのバナナと一緒で、剥き出しが苦手です。我ながら贅沢です。これは焼きサバ寿司。何回食べても安定の美味しさです。30キロです。キロ6分ペースになっています。これもしかしたら初めての4時間超えになっちゃうかもしれないです。いや、こんなこと言うとなんか嫌味みたいに聞こえますか？周りにはこうやってずんずん抜かれていきますけど、それでも歩かないだけマシだって自分で言い聞かせてます。昔はもうちょっと果敢に攻めてたんです。でもその分後半で足がピタッと止まっちゃうことも多くて、最近は足が止まることはなくなったんですけど、代わりにあの頃みたいに果敢に攻めた走りができなくなってきたんです。多分心が無意識にブレーキをかけちゃってるんだと思います。果敢に攻めた後の30キロ以降は足が痛くて本当に地獄です。大先輩 YouTuber のカズさんに全然ついていけません。最後尾から走っていると後から知りました。こっちはスピードが落ちてる分カメラのブレが少なくなってきてます。というわけでさっき話したカズさんの走りとは逆バージョンで、私が周りに思いっきり抜かれまくる映像を皆さんにお見せします。こっちの映像もこれはこれで貴重でしょうか？
おお、梅干し発見。これも今回楽しみにしてたんです。なんだか目立たないように置いてませんか？まるで隠してるみたいに。これちょっとお高い感じで普段はなかなか食べられないやつなんです。で、肝心の味なんですけど、正直この状況で食べると美味しさ半減でした。これ絶対白いご飯に乗せたら最高に美味しいはずなんですけど、今はなんか胃液と融合しちゃってる感じです。全身ピンクの人にも抜かれてしまいます。男性だと思いますが、誰も気にしていません。自分のゴールでみんな必死だと思います。思い出の写真を撮ってくれるサービスです。これ買ったことはないんです。一回値段を見たことあるんですけど、びっくり価格だったことしか覚えていません。私にはもう別世界の値段というか、さっぱり理解できませんでした。34キロです。パンダをなぜ背負っているのでしょうか。35キロです。キロ7分30秒ペースです。ちなみに1キロからはこんなペースで走ってきました。給水所でコップを投げたらスタッフさんにかけちゃってすみませんでした。後で動画見たら先に液体を捨てる人もいるんです。でも地面汚れないのかな？どっちが良いんでしょうか？このエイドでは羽二重餅をいただきます。そしてビーバーもあるけどこれはスルーします。これは石川県のお菓子で福井県とは関係ありません。次は谷口屋の揚げ。これも食べます。そして越前そば。そばは冷たいそばです。元気をたくさんいただきました。ありがとうございます。ビーバーをカッパの帽子に入れて運ぶのはナイスアイデアだと思います。応援ありがとうございます。競技場の話題には触れず立ち去ります。知り合いじゃないけどいつも練習場の騎馬方でよく見る人です。ちょっとペースを上げて声をかけてみようかな。でもやっぱりやめておこう。私シャイなんです。さて41キロ手前でカメラのバッテリー2回目の交換。サブ4なら1回の交換でゴールまで行けたのですが、残りわずかです。定番のエンディング曲で高速再生します。